植木チャンネル。はい、皆さん、こんにちは。佐久間障害者の植木です。皆さん、こんにちは。佐久間障害者の今っちです。今日は、まちさんと、アルコール依存症のあるある題して、あるちあるあるをしていきたいと思います。一応知っておいてほしいことなんですけど、あるちあるあるって語呂がいいから、抜けた感もあるんですけど、あるちっていう言葉は、一部の当事者が、スラング的に使っている言葉で、実際には、こ差別用っぽい感じなので、一般的な話をするときは、アルコール依存症だったり、アルコール使用障害っていう正式な名前を使っていただければと思います。さて、あるちあるある。まず、自分から行こうと思うんですけど、これ結構多いんじゃないかなと思うのが、今日はやめておこうって思っても、帰り道にコンビニの看板で、酒っていう言葉を見たら、やめていこうが、まあ、少しだけってなって買うんですけど、結局少しだけでは収まらないんですね。で、それを何回も繰り返してるんで、その現象を自分でも結果は分かってるんだけど、なぜか繰り返してしまうんです。そう、だから、万年不世界を入れ、気持ち悪いんで、トイレで強制的に吐いて、吐いたら楽になるっていう、本当はどうか知らないんですけど、謎の情報を聞いて、トイレで指突っ込んで吐くっていう、お食事中の方、申し訳ないんですけど、そういうことを結構やってましたね。吐き癖みたいな感じですよね。そうですね。もう、吐き癖になってましたね。私の場合はなんですけど、私は一応20歳までは一切酒を飲まなかったんですよ。すごい。すごいでしょすごいでしょ一応法律を守ろうっていう気持ちはあったので、そこまでは飲まなかったんですけど、20歳を超えてお酒を飲み出したら、一気にもう24時間飲酒にこう突入してうわ、いわゆる寝てる時以外はずっと飲んでるみたいな状態だったので、私は二日酔いが存在しなかったんですよ。あ、なるほど。で、大学院とかに進学すると、やっぱり、すごい、男社会っていうのもあって、多少、こう、無頼な方が好まれたり、するんですよね。なんだったら、研究室に酒瓶を置いてる教授とかもいたから、そう、に対する、こう、ハードルとか、環境っていうのは、すごい、なんだろう、変な言い方をすると、整ってた部分があって、だからこそ、飲み続けちゃうような環境だったんですけど、植吉さんはどうされてたんですか？自分の場合は、そもそも大学は、福祉系の大学だったんで、結構
女性の学生が多くて、そういう男社会ではなかったので、大学にそういう雰囲気はなかったですかね。あと自分の場合は、カル制度を使って、生活をしているので、えっと、カルが言うときは比較的おとなしくしていました。加減して飲んで、会場者の人は帰ってから本場だと思って、飲みまくるっていう。で、本場だっていうことで言うと、宴会の後が本番だったんですね。これも、あの、大学の飲みもそうですけど、その後、働くようになって、面積が増えたんですけど、まあ、そこではセーブして、で、宴会が終わってから、家に帰る前に酒買って、一人で気がなく飲むって、やっと飲めるわって、宴会終わってから思ってましたね。なんかこう、本番はこう一人二次会の方みたいなやつですね。そうですね。二次会断って一人で飲むっていう。めっちゃあるあるなやつですね。あるあるですね。ちなみに、なんかこう、うっすら自分アル中かもなと思ったことってあったんですか？もともと福祉系の大学に行ってたんで、福祉の領域でアルコール依存症の人の支援とか結構関わってくるんで、結構図書館にそういう本がたくさん置いてあって、で、ちょっと自分、アルコール依存症ちゃうのって内心思ったことがあって、原発実習があって、たまり込みやったんですけど、もう、その時も、あの、お酒を手放せなくて、実習終わったら酒買いに行って、それで、一日だけを飲みすぎて実習に出なくなったっていう、社会人になる人と出会うとだなって思うことをやってたので、それで本を読んでみて、読んでみたら、まあまあ当たってるんですよ。でも、何かしか難癖とかで多分違うって思うんで、一番面白いのは、女性の適正数量、めっちゃ少ないんですけど、いや、自分男だしって言って、わけわからない言い訳をして、否定しまくるっていう。認めないし、周りにそう思われたくなくて、だから当時は、トランスジェンダーかもって思いながら、それもなかなか認められず、バイアのようにしてたんで、なんか、それとちょっとよく似てたかなと
思いますね。植木さん、やっぱりその修士の勉強されてて、大学は無事に行けてたんだから、こそれなりになんだろう、レポートとかは出せてたんですか？あ、そうですね。えっと、一応卒業も、提出してというか、自分の場合、障害者間、社会が障害者に求める役割みたいな研究してて、それで賞が取りたかったね。結構本気で結論書いてたんですけど、それも毎日夜な夜な文献を漁りながら、一語毎日3合以上飲んでやってましたね。今ちゃんも大学院まで行かれてたっていうことで、やっぱり飲みながら抱えてたりしたんでしょうが。本当に確かに飲みながら書くのはもう、一緒なんですけど、でも、植吉さんの場合は、賞を取るような論文を書ける、しかも飲みながら書けるってすごいなと思ったんですけど、そこは、植吉さん的にはどうなんですか？まあ、あれはもう執念で書いてた部分もあったけど、感覚的に、アルコール入ってる方が、パフォーマンスが上がる気がしてて、なんか万能感っていうか、があって、就職して、仕事を始めて仕事やるぐらいでも続いてて、残業しながら、パソコンの横に空いたビーム缶が何本もあるっていう感じでした。なんか会社員的にはちょっとね、いろいろアウトな光景みたいなね。ああ、でも、逆に職場の方が結構なんていうか、プライが振る舞える気分なとこだったんで、結構他にも飲んでる人がいて、だから、結構飲みながらやりやすかった。別に、やっぱりそこは社風の影響っていう感じなんですね。そうですね。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。